糖尿病専門医総合内科専門医の目黒です。糖尿病や生活習慣病の療養に役立つ情報を5分で分かりやすくお伝えしています。第14回目は糖尿病の薬物療法その 3SGLT2 阻害薬についてです。前回の GLP-1 受容体作動薬と並んで、この10年で糖尿病治療の考え方を大きく変えた薬が SGLT2 阻害薬です。この薬は糖尿病の薬でありながら、心臓と腎臓を守る薬としても使われています。血液の中のブドウ糖を尿に捨てる薬というと聞いたことがあるでしょうか。発売当初は糖尿病で尿糖をさらに増やすなんてと専門家からも疑問視されていましたが、実際には非常に効果があり、世界中が驚きました。腎臓の合併症の回の際に、腎臓では血液を濾した後に重要なものだけを体に再吸収をして余分なものを捨てるとお話ししました。SGLT2 とは腎臓でナトリウムと一緒にブドウ糖を体に戻す役割を持ったタンパク質です。血糖値が正常であればこの働きで尿糖は出ません。しかし血糖値が160から180を超えてくると、この再吸収能力を超えてしまうため尿に糖が溢れてきます。これが尿糖です。SGLT2 阻害薬は血糖値が正常でも尿の再吸収を抑えるため尿糖が出てきます。一般には1日に40から 50g 程度の糖を尿に排出することになります。これは160から200キロカロリー程度ですので、1食の半分から3分の1程度のエネルギーをロスすることになります。この薬の利点は、エネルギーのロスを伴いながら血糖値を下げるため、体重を下げながら血糖値を下げることができます。ただし、その減量効果はせいぜい 1,2 キロ程度と大きくはありません。血圧や中性脂肪も多少下げる効果があります。コレステロールの値は多少上がることが多いようです。ただし、コレステロールの質を良くするとの意見もあります。何よりも世界中が驚いたのは、血糖値を下げる効果以上に合併症を予防する効果でした。糖尿病関連腎臓病や心不全を減らす効果が確認され、最近では糖尿病がない腎臓病や心不全の方にも効果が確認され、保険適用されています。すでに尿タンパクが出ている2型糖尿病の方では、年齢とともに腎臓の機能が低下するこのスピードがさらに加速しています。SGLT2 阻害薬はこの腎臓の機能悪化のスピードを緩やかにすることが示されているため、特に腎臓や心臓の合併症が心配な方にはおすすめの薬剤となります。この薬剤の欠点は、人によっては体重が減りすぎてしまう方がいること、尿糖が出る際に陰部にカンジダというカビが繁殖しやすくなり、陰部が痒くなったりヒリヒリ痛くなったりします。男性でも起きることがありますが、女性でより起きやすいようです。ちなみにこの症状は血糖値が高い糖尿病の方にも起きやすい症状です。また尿量が増えるため、脱水を防ぐためにこまめな水分補給が大切です。この薬剤は血糖改善効果もさることながら、血管合併症の予防効果が高く評価されています。一方で GLP-1 受容体作動薬同様、過度の体重減少が主な懸念点です。糖尿病や年齢、その他の病気の影響で痩せてしまい、栄養が足りないような状況では向いていないかもしれません。やはり医師とよく相談してご使用を検討してください。次回は糖尿病の薬物療法その 4DPP4 阻害薬についてです。では、さようなら。